あなたは全国を逃げ回り、時効とギリギリの戦いを繰り広げた奇才の殺人鬼をご存知でしょうか。石川県とある老舗和菓子屋。このお店の若旦那はスナックで知り合った女性と恋に落ちました。お相手の名は小野寺佳代。明るくて人懐っこい小野寺の虜になり、若旦那は自分の店に迎え入れ、仕事でもプライベートでもパートナーとなります。小野寺は接客上手で客に好かれ、一躍看板娘に。そんな火の打ちどころのない彼女に若旦那はとうとう結婚を申し込みます。ところがなぜか小野寺は渋り、微妙な関係が2年も続くことに。そんなある日、小野寺はそのお店から忽然と姿を消すんです。悲しむ若旦那、一体なぜ？その理由は彼女が指名手配中の殺人鬼福田和子だったから。時効ギリギリ15年も逃げ回った殺人鬼福田和子。彼女はなぜそれほどの長時間警察をかわし続けることができたのか。そこには彼女のとんでもない個性術があったんです。うわーさーすバレンタインケンちゃんです。やみやみこです。お前がどういうことで。本日ご紹介するのはですね、なんと15年もの間逃げ回っていた女福田和子についてなんです。15年です。住むとことか、はい、大丈夫？それこそさ、もう写真で見バレしてんじゃないの？大丈夫だったんですよ。まあこの事件ね、いろいろ気になる点はあるんですけど、この福田和子に関わった様々な人の視点からね、見るとね、結構いろんなことが見えてくるんです。まずは老舗和菓子屋の若旦那の視点というところからね、見ていきたいと思います。惚れた女がね、突然姿を消してしまうというね、悲劇の物語なんです。接客の天才、小野寺佳代。石川県の老舗和菓子屋の若旦那はスナックで小野寺佳代と名乗る人物に惚れ込んだんです。ところが彼女には同棲している別の男性が。普通なら諦めるところなんですが、続婚になっていた若旦那は奪い取るべく猛アプローチをかけます。羨ましい。羨ましい。私もね、無理私も奪い合って、もうね、そう言うと思ってもう食い気味に無理って出ちゃう。奪い合ってほら、私の手を引っ張ってほら、譲り合いほらもう誰か引っ張ってる。誰かチンチン言うてる。若旦那の恋の障害は2つありました。まずは小野寺の住居。彼女は同棲相手の家で暮らしており、自分の家がなかったんです。さらに金銭面。若旦那自身もそうなんですが、同棲相手もスナックで出会った男性。このままスナックで働き続ければライバルは増えるばかり。そこで若旦那はなんとアパートを用意し、生活費を負担するんです。さらに自身の和菓子屋で雇用し、仕事を与えてスナックを辞めてもらいました。そんな2人の関係が大きく動いたのは1985年、小野寺が内縁の妻になったんです。実はこの時、若旦那には奥さんがいたんですが、小野寺を選び離婚します。若旦那むちゃくちゃね、絶好調じゃないこれも。この小野寺がね、めっちゃモテるんですよ。人とのね、距離の詰め方がね、もうね、最高にたまんないですよね。老舗和菓子屋というと色々と厳格なイメージがあるんですが、小野寺は若旦那の家族にもハマって大人気となるんです。さらに接客上手でお客さんにも好かれて一躍看板娘になるんです。彼女の効果でお店の売り上げはどんどん伸びていき、店を拡大、改装まで行うんです。そんな自慢の彼女に若旦那はプロポーズ。もちろん小野寺は応じてくれると思いきや、なぜか渋られてしまうんです。これさ、怪しまれんじゃないの？この状況でプロポーズ渋るってなんかあるって。いや、そうなんです。普通ね、受け入れるじゃないですか。でも、渋ったってことで、若旦那とね、その家族からしたら、この女なんか後ろめたいことあるんじゃねみたいな疑念がどんどん増えてきたんですよね。そして1987年、若旦那はあるポスターを目にします。それは警察が発行した指名手配犯のポスター。愛媛県松山市でホステスを殺害し逃走中の福田和子。この人物の情報を求めるものでした。嫌な予感がよぎります。なぜなら福田と小野寺の顔が少し似ていたんです。本人にこの話をすると、顔が似ていることぐらいよくあるわとはぐらかされるんです。しかしこの疑いはあることをきっかけに決定的になるんです。実は小野寺、和菓子屋で働き始めてから少し経った頃に甥っ子を連れてきていました。彼は職人見習いとして働き始めます。疑いを持ち始めていた若旦那はその甥っ子の免許証を見たんです。するとそこに記載されていた住所が愛媛県松山市。疑いが確信に変わったんです。小野寺はね、自分の出自について京都の料亭の娘だって言ってたんですけど、そんな嘘もね、若旦那と家族のね、その疑念をね、どんどんね、深くするきっかけになってしまってね、ついに警察に通報するんです。警察に通報した日、小野寺は近所の葬式を手伝っていました。そこで警察は彼女が帰ってきたところを取り押さえようと張り込みます。ところが小野寺が帰ってくることはなかったんです。なんで？どうした？
小野寺というか、福田はですね、警察がね、いることをね、察知してね、逃げ出したんです。だからもう帰らなかったんですよね。その後ね、福田はですね、全国を転々として、なんと整形を繰り返してね、そのままなんと10年の月日、逃げ延びたんです。で、その10年経った後はですね、なんと1996年、これはですね、時効まであと1年を切る時期でもあったんです。おでん屋と常連。1996年、福井県のおでん屋。このお店の女将は常連に恵まれた温かな雰囲気のお店を営んでいました。そして最近増えた常連が1名。その人物は中村玲子48歳。化粧品のお店で勤務している人懐っこい女性だったんです。彼女はすぐに他の常連とも打ち解け、お店は毎晩平凡な幸せに溢れていました。そんなある日、お店のテレビで逃走中の指名手配犯、福田和子が報道されます。私、福田和子に似てるでしょう。この前そう言われちゃった。頭にきちゃう。新しい常連中村はおどけた調子でそんな風に話したんです。しかし、女将も他の常連もいつものように笑うことはできません。なぜなら、彼女の話し方が警察の情報公開で公になっている福田和子の話し方とそっくりだったからなんです。いや、なるほどね。これも顔とか整形しててもさ、声とか話し方でバレんじゃないこれも。いや、そうなんですよね。このことがきっかけで、事態は急展開を迎えていくんです。1997年、お店に警察が訪ねてきました。常連客が警察に通報したんです。そして、女将は指紋採取の協力を求められました。7月28日、時効まであと22日、中村が店にやってきます。女将は彼女にビール瓶とコップを渡しました。そして飲み終わった後、中村にバレないようにこっそり保管。私のこと疑ってるんでしょ。珍しく悪酔いした中村は暴れ始めました。女将の作戦に気づいたわけではありませんが、お店のただならぬ気配を察知したのでしょう。疑ってへん。私はそんなこと考えてへん。関西弁むずいな。女将は優しくなだめたんです。そして翌日7月29日、警察からお店に電話が来るんです。指紋が一致しました。ついにこれ時効までもうあと何日ぐらい迫ってんじゃんこれ。あとね、21日なんです。21! あと3週間ですよ。さあね、ここから福田は警察から逃げることはできたのでしょうか。常連とはいえ、中村も毎日お店に足を運ぶわけではありません。そしてこの日、7月29日、女将の言葉を信じた彼女はいつも通り来店するんです。警察はお店を包囲していました。14年と344日、彼女の長い逃亡生活が幕を閉じたんです。捕まんないんじゃないと思ったけど、やっぱ捕まるもんなのね、こういうのってね。まあそうなんですよね。指名手配されてるっていうのもあって、ここまで逃げ切れたのはまあすごいんですけど、15年っていうのはね、ちょっとね、届かなかったっていうね。やっぱ長かったわね。まあなんか、そもそも逃亡生活っていうのもですね、捕まっていないってだけで、常にね、警察に追われてる身なんで、多分そんな幸せじゃないと思うんですよね、僕。っていうのもあるし、じゃあなんで福田は人をね、そもそも殺したのかっていうね、そこからなぜっていうのが始まると思うんですけど、まあちょっとね、その理由もね、見ていきたいと思います。鉛色の日々。福田は逃走中ホームレスになっていた時期もありました。幸せな時期もありましたが、それよりは辛く苦しい時間の方が長かったんです。それでも彼女には絶対に捕まりたくない理由がありました。福田の生まれは1948年、幼い頃に両親は離婚し、母の女手一つで育てられたんです。そんな母は売春宿の経営者。福田の人生はその出生からすでに波乱万丈だったんです。そんな福田なんですが、やっと幸せが舞い込みます。高校生の頃に彼氏ができたんです。ところが、その彼氏を事故で失うんです。悲惨すぎるわよこれ。なんかさ、昔流行ったさ携帯小説の悲惨な話みたいな感じがするこれ。全然わかんない。わかんない。めちゃくちゃにされるやつがあんのよ。ちなみにね、この時ね、福田はですね、お金に困っておりね、強盗に入るんです。しかもその強盗に入った家が、なんとですね、国税局局長の家だったんですよね。いや、選ぶ相手間違いすぎよこれ。そうなんですよ。もうなぜそこを選んだというね、もう意味わからんですよね、それ。はい。松山刑務所で服役し、出所後スナックで働き始めます。しかし借金まみれでいくら稼いでも借金の返済に消えるだけ。元本は減らず、まさに借金地獄でした。そんな福田はお店でナンバーワンのホステス相手に強盗を計画。そして盗んだ先で相手と揉めたのか絞殺してしまうんです。当時福田は結婚しており、夫と子供がいました。そして夫を呼び出して正当防衛を主張し、遺体の遺棄を手伝わせます。その4日後、殺害されたホステスがお店に急に出勤しなくなったことを怪しみ、警察が動き出します。被害者宅を訪れると、大家さんから有力な証言が。実は殺害後の逃走時、大家さんは移動に使われた車のナンバーを見ていたんです。そこから車がレンタカーであり、どの業者かまで判明。レンタル時の情報をもとに福田に電話がかかってきます。早速大ピンチじゃないこれ。もう大ピンチも大ピンチですよ。でもここでね、福田はね、驚きの行動に出るんです。福田はとっさに機転を利かせ、警察からの電話に子供のふりをして出ます。これ本当騙せんのこれで。いや、これがね、意外にね、功を奏してね、バレなくて、でしかも福田からしたら警察がね、捜査を開始したっていうのがね、分かったんですよね。
そして福田は長い逃亡生活を始めることになるんです。家族とはお別れ、逃走資金は60万円、孤独に包まれた長く苦しい地獄に足を踏み入れたんです。ではなぜ彼女は逃亡を決意したのか。実は絶対に捕まりたくない理由があったんです。それは強盗罪で服役していた時のこと。当時の松山刑務所ではある事件が起こっていました。後に松山刑務所事件と呼ばれるんですが、服役していた暴力団が看守を金で買収し、女子房に侵入、暴行を働いていたんです。いやひどいわねこれ。クソっすよ、うん看守がね金で買収されるっていうこと自体が構造としておかしいし、もうなんかそこにはね何の正義感もないっすよね本当に。福田は被害を訴え別の刑務所に移るんですが、そこでも同様の暴行が。これこそが福田が逃亡を決意した理由。彼女にとって刑務所とは暴行を受けるトラウマの場所なんです。ですがもちろん逃亡を始めたからといって彼女に当てがあるわけではありません。とりあえずタクシーに乗り、電車に乗り、フェリーに乗り、気がつくと大阪にいました。そこからさらに電車に乗ると終点がたまたま石川県。ここが彼女の最初の潜伏先。福田は石川のスナックで偽名を使って面接を受けます。するとお店のママが福田を気に入り親身に世話を焼いてくれたんです。働く場所も住む場所もママのおかげで手に入ります。しかし福田は自身が指名手配されていることを知ります。そこですぐに顔を整形、さらにわざわざ石川から京都まで行き、知人に堂々と公衆電話から電話をかけたんです。これには一体何の意味があったのか。実は京都にいる時にあえて逆探知させることで潜伏先をミスリードさせていたんです。すごいよね。天才じゃないこの人。いやそうなんですよ、もうスナックでね持ち目の人間力をね、どんどん発揮してね、もうどんどん人気者になってったんですよね、そしてねそこで出会ったのが例の和菓子屋の若旦那なんです。和菓子屋での日々は幸せそのものでした。恋人、そしてその家族、生まれてからずっと壮絶な人生だった福田にとってこの時が最も幸福だったかもしれません。しかし彼女には欲が出てしまうんです。それは子供の存在。福田は長男にどうしても会いたくなりました。この時家族と別れてから4年が経過。逃亡犯である前に一人の母親。それは抑えられる欲求ではなかったんです。福田は愛媛に向かいました。そして長男と再会。もしかしたら一目見たいだけだったかもしれません。しかし最愛の長男を前にして福田は彼を和菓子屋に連れて帰ってきてしまうんです。いやーこれなんというかさ、だんだんと憎めなくなってくんだよね話聞いてると。まあ殺人はね許せないことではあるんですけど、まあ被害者とか遺族からしたら最悪ですけど、とはいえこう福田のね中にはねやっぱこう子供へのね愛みたいなそういう人間性っていうのがね残ってたんだなっていうのはまあ垣間見える出来事ではありますよね。福田はこの長男を甥っ子として紹介、職人見習いとして働かせます。2人はようやく共に暮らすことができたんですが、その幸せも長くは続きません。この長男はむしろ免許証を見られるという形で福田の正体がバレるきっかけに。ある日近所の葬式の手伝いを終えて帰宅しようとした福田は見慣れないスーツの男性がいるのを発見。とうとう捜査の手が。この時福田は財布も貴重品も持っていない状態。それもサンダルのまま近くに止めていた自転車に乗って逃亡するんです。これさ、もしかしたら長男呼び寄せなかったらバレなかったかもしれない。どうすかね、日本の警察はね、まあちょっとダメなところもありつつもやっぱ捜査能力とかね検挙率でいうとねやっぱすごいんで、やっぱまあどうなってたのかっていうのは誰にも分かんないですけど、その後は全国を転々とします。この石川での経験から1カ所に3ヶ月以上とどまるのは危険だと判断し、北は北海道から南は山口まで全国を渡りました。20以上の偽名を使い分け整形を繰り返し、中にはホームレスになった期間も。どんなに苦しくても性的暴行のトラウマのある刑務所には行きたくなかったんです。そして1996年福田は福井県で暮らし始めます。終わりの見えない戦いもようやくあと少し。彼女は油断し始めていたんです。そしてそれ以上におでん屋で常連として過ごす日々が幸せでした。流れる時間がこれほど温かいのはきっと和菓子屋での日々以来だったことでしょう。そしてその油断に足をすくわれ逃走すること14年344日、時効の21日前にして福田は逮捕されたんです。2003年無期懲役が確定。そしてその2年後脳梗塞で亡くなりました。去年57歳のことでした。もちろんさ、この人自身が悪いところもたくさんあるんだけど、逃亡の理由で言ったらまあ彼女は被害者側になるわけで、なんかなかなかちょっと複雑な感情になっちゃう事件ねこれね。まあそうっすよね、まあ、そしてね子供とねちょっとでも過ごしたっていうのはまあ一つ、まあ、彼女にとってはまあ救いになったのかなとは思いつつもね、まあ、とはいえね殺人はね決して許されることではないんですよ。でもまあこの事件はねこうしてね、まあ、幕を閉じたんで、っていうところで終わろうかなと思ったんですけど、実はこれ、ね、あるもう一人の人物からの視点っていうのもあってですね、そちらもね皆さんにご紹介していきたいと思います。それでも僕
愛媛県に14歳の少年がいました。彼は両親と離れ離れで祖母と暮らしていました。その生活に特段不満はなかったんですが、一つだけ困っていることが、それはテレビを禁じられているということ。それでも少年は深夜にこっそり見てしまったんです。ほんの出来心でした。するとそこに映っていたのは指名手配犯の殺人鬼福田和子。大好きなお母さんでした。母は小さい頃に突然いなくなりました。ふらっと買い物にでも行くように家を出て行き、そのまま帰ってくることはなかったんです。そして父は母がいなくなって間もなく警察に連れて行かれました。そこから少し経って突然母から連絡が。再び共に暮らせる日々が始まったんです。夢のようでした。しかしそんな幸せもすぐに崩れたんです。母が再び何も告げずいなくなったんです。そこから10年の時間が過ぎ、少年は立派な大人に、そしてとうとう母が逮捕されるんです。しかしそれはある意味彼にとっては良かったことなのかもしれません。面会という形で堂々と会うことができるから。彼は刑務所に何度も通いました。話したいことが、聞いてもらいたいことがたくさんあったんです。彼は母にある写真を見せました。それは小さい子供の写真。そう、彼は結婚して子供ができていたんです。母は泣いたんです。間もなく裁判が始まり、彼は証言台に立ちます。母が犯した罪はどうしようもない。被害者や遺族の方には大変申し訳なく思っています。でも僕にとっては大好きな尊敬できる母なんです。将来出所後は一緒に住みたいと思っていて、妻もそのことは了解しています。彼が少年時代から母と過ごした時間は多くはありませんでした。しかもその母は殺人を犯した犯罪者ですが、彼にとって親子の時間はかけがえがなく、いい思い出に溢れていたんです。それから6年後のことでした。母親は刑務所内で意識を失い、そのまま目を覚ますことはなく、共に暮らしたいという願いは夢に終わり、母は息を引き取りました。福田和子は行く先々で関わる人に好かれていたんです。そう、彼女には天性の人懐っこさがあったんです。愛情深い人間で、だからこそ子供たちも愛情いっぱいに育てていたんです。加害者の家族としては珍しく、長男は周りの人に自分が福田和子の子供であることは一切隠さなかったそうなんです。それで嫌われるどころか、彼はとても立派に育ち、鉄工所の社長になりました。この福田和子という女はですね、子供への愛もあったりとかね、人間らしい一面はありつつもね、殺人を犯してしまった。これは許されないんです。でもそこにはね、慣習が買収されてトラウマがあったってね、理由があるんで、やっぱね、殺人を犯すね、いろんなね、犯人をね、我々紹介するんですけど、やっぱそこにはね、やっぱ理由があるんです。で、アルゴメントでこれからもね、そういったね、理由、裏、そういうところをね、どんどん見ていきたいと思います。これからもね、アルゴメントでよろしくお願いします。皆さんがね、この件に関してね、いい悪いとか含めてね、全部コメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いします。